皆さんこんにちは。今回は久しぶりにマクロ的な視点からお話をしたいと思います。週の後半には一時アメリカの地銀問題に再度焦点が当たったり、日本ではマイナス金利の解除を容認するといったような政策委員の姿勢が報道されたりと、ちょこちょこ調整が入る局面見られますけれども、これからまだ大丈夫なのか、そのあたり気になっている方多いかと思います。大体のインフルエンサー、ちょっとでも下がったら暴落来るぞと騒いだり、株価の調子がいい時はどんどん上がると根拠もなく当てずっぽうの未来予想をしていますけれども、はっきり言ってどうなるかというのは誰にもわからないわけです。ただデータを用いて確率的にどんな雰囲気かなというのは把握ができる。そんな観点から今回は久しぶりに投資家の資金流出入のデータをご覧いただきながら足元の状況を整理したいと思います。またその他にどんどん株が上がっている中でどのような特徴を持っている銘柄が上がっているのか、当チャンネル独自に行っている5項目5段階評価を用いて、さらには年末年始企画としてご紹介したエクイティスプレッド、あるいは研究開発費、人件費などの投資、これを積極的に行っているような企業の中からご紹介したいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。まずは機関投資家の資金流出入についてご覧いただいていますが、データのイメージとしては中央の証券会社にあたる各国の機関投資家からの株の売買をこれを仲介している日時のデータをもとに計算をしております。例えばですけれども、日本の機関投資家から売りが出ているのか、あるいはヨーロッパ、アメリカの長期投資家は日本株を買いに来ているのか、そして右下の一番短期的な取引を行うヘッジファンドたちですね。それぞれの投資家で日本株に対する運用の役回り、どのようなスタンスで取引をしているのかというのがバラバラですので、そのあたりを踏まえながら、実は今回この4社の中で唯一ですね、日本株マーケットに対してパカスカと売っている資金を流出させている投資家が一人だけいます。それは誰なのかというのもぜひ予想しながらご覧いただければと思います。またそれぞれの資金流出入と日本株の代表的な指数であるトピックスの動きというのを相関取った時には、右下のアメリカの短期筋というのが何日か先回りして資金を動かしている傾向が強い。そのようなご紹介をしましたので、まずはその短期筋の投資家が資金流出入どのように動いてきているか、足元の状況までご覧いただきますと、こちら。ピンクの棒グラフが短期投資家のフロー、そして青の線グラフがトピックスの推移です。マーケットに先回りした動きが見られるというのは、例えばこのあたり先に売っている。その約2週間後に相場は一時反転する展開。さらにその調整下がりきったところの何日か前に先に買い入れを大きく入れてきている。さらに一番顕著にわかりやすいのはこのあたりですね。ピンクの棒グラフが青の線グラフよりも先んじて上昇しているのがよくお分かりいただけると思います。相場上がるにも下がるにも少し早く動いてくれるのがこの短期筋ですので、ここのデータで相関を取る。つまりマーケットの動きと資金の動きが逆になった時にシグナルとして発生するんではないかという意味合いで、青の線グラフはトピックスそのままですが、黄色の棒グラフは今度先ほどの資金流出入の相関を取ったものになります。そうするとどういう意味になるか。0より上の部分では順方向の動きをしている。つまりマーケットが上がっている時に資金が入ってきていて、マーケットが下がっている時に資金が出ていっているという動きをしている。その期間に当たるわけですね。一方で0より下に出ている局面というのは、マーケットの動きと逆の資金の動きが出ている。つまり先回りをしているのであれば、マーケットがそろそろこれまでの動きと反対になってくるんではないかと予想ができるわけです。例えばこちらのところですね。下の方向逆相関が出てきたところで底打ちをしている。そしてこちらの局面では2週間後の天井を打っているところが示唆されています。さらに少し長い間逆相関に出ているこちら。下落局面に入ったところから強めに逆相関が出るまで何日かかかったんですけれども、大きく出たところで一度目の底打ちをするわけですが、そこから半値戻しのところまで順方向に相関を戻していない。このあたりが当時の動画では調整が一時的なものに終わってもう一回下げが来るんではないかと申し上げていたら、その通り本当に下方向にもう一度下がったんですけれども、その局面でも同時に逆相関が大きく出ている。四角い枠の中の後半の方ですね。
ここで再度大きな逆相関が出ているので、2回目の底打ちをするんではないかという兆候。これが結局ですね、11月入って以降の大相場につながってくるわけですが、その後はですね、ご覧の通りほとんどマーケットは下がっていない。あえて言えば横ばいが続いた時に逆相関に出てくると上方向に跳ね上がる可能性がありますよというぐらいのシグナルですね。その次の逆相関でも相場の再上昇というのを示唆したわけですが、今足元の状況どうなっているかと言いますと、こちらのところあまり逆相関の方には一瞬出ているだけで継続して出ていないということなので、相場上がってはいますが、短期筋としてはそんなに資金を出してないということなので、多少踊り場になることはあるかもしれませんが、そんなに大きな下落を示唆している状況ではないというふうに見られます。冒頭申し上げたような問題、アメリカでは地銀の話であったり、今後の政策方針に関わる雇用統計あるいは物価関連の指数、こういったところも一瞬話題には上がりますけれども、何か大きな問題が起きれば政策当局者として利下げを早める検討をしますし、大きな問題がなければ統計データ次第ということになりますが、今の状況は絶対的にインフレ率というのは沈静化に向かっていて、どこかのタイミングで利下げに転じるというのはタイミングの問題はあるにしろ、シナリオとしては不変になってきているわけです。なので、どこのタイミングで始めるかというのはあまりマーケットでは重要視されていない。多少の統計データの強さが政策に対してそんなに懸念を及ぼすような状況にはないと、今のところの相場感ですね。一方で日本においてはマイナス金利の解除が話題になっていますけれども、その報道が出た木曜日は瞬間風速的に為替が動き、株式市場も下がりましたが、当チャンネルでは以前から申し上げているように、結局日銀の政策が正常化に向かう、つまり金融引き締めの方向に舵を切る、最も大きな判断となるマイナス金利の解除というのは、春闘の結果や賃金の上昇が確認でき次第ということで、3月4月の春頃と申し上げていました。この一ポンコツ投資家でも考えているような情報がマーケットで織り込まれてないわけがないので、結局マイナス金利の解除というような報道が出ても、そんなに大きな調整にはならない。ある程度織り込み足らない分をいきなり政策発表するよりも事前に染み込ませようというような意図が見えますね。さて先ほどイメージ図の時に4人の中で1人だけやたらと売っているやつがいると申し上げました。その投資家に焦点を当てて資金流出入のグラフを作りますとご覧のようになります。この期間かなり相場は上がっていますけれども、結構恒常的に売りを入れていて、1年間取りますと当初からずっとマイナスの方向に資金流出という形でグラフが出ています。しかも年明け以降大きく相場が上昇する中で、これまで以上にガツンと急ピッチで大きく売りを入れているのは実は日本の機関投資家になります。昨年の年末には一度買いの方向に動いてきてはいたんですが、結局は年明け以降の大きな相場の上昇で、これまで見たことのないような速さで売却を強めています。逆に言うと日本の機関投資家がここまで売り込んでいても、相場はそんなに影響を受けていないというのが日本株の強さ。かなり海外の機関投資家が資金を入れてきている状況ですね。よく言われているのは、中国のマーケットがそう崩れして、共産党が何をしてくるかもわからないというような怖さも相まって気軽に投資できなくなった。従来そこに投資していた分の資金をアジアの新興国であったり日本に流入させているというようなニュースがよく見られます。カモーラレ個人の実務経験上で言うと、世界各国の資産にそれぞれウェイトを割り振って投資するような投資信託、そういったものでは日本株がかなり上がってしまっているので、例えば資金の 25% を日本株に投資しましょう。そういうルールになっていても、他の資産に比べて日本株だけが一人でに上がっていくと 28%、30% と増えていってしまう。そんな時には 25% まで押し戻すリバランスというのが行われますので、そういった動きもかなり強いかと思います。ちなみに最も高値でやたらと CM を打ってくる J リートという不動産の投資信託ですね。これは日本株上がっている一方で全然上がってないどころか下がっていっていますので、これも日本株の比率を高める、つまりリバランスの方向に動いてくる要因になっています。そしてその他に考えられるものとして、日本の機関投資家の後ろには結構金融機関というのがいます。最近は政策保有株
お互いの株式を持ち合うというようなやり方はやめなさいと解消に向かう動きが強いですが、特に銀行という業態上お付き合いをしている大企業も多く、銀行はかなりの政策保有株を持っています。ただその政策保有株を持っているだけでは、もし株価が大きく下落した時に銀行の損失につながってしまいますので、それを嫌ってですね、リスクヘッジとして先物を売り立てるという作業を行います。そうしておくと株が大きく下がっても先物の売り立ての方で利益が上がってくれるので、安心して政策保有株を持ち続けることができると。安心して持ち続けるものではないと怒られているわけですけれども、実情としてはこういう形になっています。ただ皆さんもご存知の通り、株は下がるどころかぐんぐんと上がっている。結局、リスクを避けるために持っていた先物の売り立ての方がですね、どんどんと下がっているという状況です。ということは、リスクヘッジの意味では先物売り立てを持つのはいいんですが、ここまで株価が急上昇して先物の売り立てが既存してしまうと、先物のポジションの方も構築のタイミングでプライスがいくらになった段階で閉じます。つまり強制ロスカットの水準みたいなのを決めてポジション構築していますので、結局バブル以来の日経平均の高さみたいな急上昇になってくると、左側の先物売り立てのポジションというのはほとんど解消に向かっていく。つまりもう売り立てのポジションは継続できない。なんなら買い戻しで先物主導の動きを誘発してしまうぐらいですので、こういったところも日本株の上昇がさらなる上昇を呼ぶというような形になっているかと思います。ただ先物の売り立てを解消したからといって、ここから先は政策保有株を放置するというわけにも当然いきません。銀行や金融機関はかなり厳しめのリスク管理が金融庁から強いられていますので、結局この先物売りというのを新たに立てていくか、政策保有株を解消していくかということですね。最近流行りのガバナンス、以前当チャンネルでも動画にしましたが、トヨタグループなどは政策保有株を頑張って解消している。いろんな企業でも最近ニュースで見られますが、政策保有株を解消するということは、日本株を売るという形なので、先ほどのような資金流出入のグラフが出てくると。今のところ、金融機関からの先物売り立て、新規の構築というのは、ほとんど見られないというか、全くと言っていいほど、ポジションの解消ばかりですので、どこかで相場が少し調整大きめに入った時に、新たなポジションの構築というのがここでも出てくると、圧力としてはちょっと厄介かもしれません。それではここからは具体的に日本株がどのような特徴を持つ銘柄が相場を牽引しているのかご覧いただきたいと思います。当チャンネルで独自に行っている5項目5段階評価というのは、クオリティ、バリュー、グロース、サイズ、テクニカル、この5要素なんですけれども、テクニカルというのは直近の過熱感というのを示していますので、それを除く4要素、これで相場の牽引度合いというのをご覧いただきますと、期間半年とっていますけれども、一番相場を引っ張っているのは赤のサイズ、つまり大型株という特徴ですね。実はこれ1年ぐらい遡ってもずーっと大型株なんですけれども、やはり外国人投資家というのは我々がアメリカ株を買うときもそうですが、大型株から目につきやすいので、どうしても外人が買っているというような状況だと、こういった展開が続いてしまうということですね。一方で足元のところで大きな動きになっているのは、まずオレンジのバリューという要素、つまり割安株というのがかなり大きく負けています。左側出だしのところでは9月、10月と相場が調整した局面でバリュー株が盛り返してきていましたが、11月以降再び上昇局面に入ると反転して徐々に下落。ただ2月以降ですね、NVIDIA や生成 AI などに焦点が当たると加速度を増してかなり大幅な落ち度になっています。一方で緑のラインですね、グロース株というのは順調に上がってきているんですけれども、3月に入ってから急ピッチで上昇を牽引しています。足元の動きとしてはこの2つが大きな上昇相場における特徴と言えるかと思います。あとは地味ですけれども、青のクオリティですね。財務健全性が高いような銘柄、あるいは利益の質がいいような銘柄というのは一定割合で右肩上がりに上がっているというのがご確認いただけるかと思います。ですので今このグラフで足元認識しておきたいこととしましては、バリューがかなり下がっているのでどこか反発期待するのもいいんですが、ここまで継続的に続いてしまうと反発する瞬間を捉えるというのはなかなか難しいかと思います。ですのでバリュー上の特性において
制限はつけずに銘柄選択をしていく方がいいわけですね。言い換えますと、バリューがこんだけ下がっているからバリューを買うとかではなく、他の要素で選んでいた時に結果的にバリューの要素があったらいいねぐらいのスタンスでいいかと思います。また逆もしかりで、大型株、冒頭申し上げましたが、このグラフ1年遡っても同じように大型株が一番上に出てきている状況ですので、大型株からついに中小型株に資金が向き始めたぞというタイミングを捉える、その難しさよりも他の要素で銘柄選んでいて、それが大型株じゃなければ出遅れ感としてはいいねぐらいのスタンスで。では他の要素とは何なのかと言いますと、今足元で強い傾向が出ている銘柄、グロースの要素を重点的に選んできて、それをクオリティの要素で保管するといったような選び方でしょうか。後ほど具体的にご覧いただきたいと思いますが、先にですね、今回はこれに加えて別の要素ですね。年末年始にお出しした企画の3つの動画のうちの2つ。1つ目はまずエクイティスプレッドというものに焦点を当てたもの。ROE に対してそれぞれの株主が企業に期待しているリターン。これをどれくらい上回っているか。つまり単純な ROE ではなく、株主の期待をどれくらい超えた収益を上げているかという指標です。そしてもう一つがこちら。長期的な利益成長につながる2つの条件と書いていますけれども、この動画でご紹介したのは人件費と研究開発費が5年後以降の利益成長に寄与しているというデータです。単純にグロースが今足元で来ているので、その傾向が強い銘柄だけを選ぼうと思っても、すでにかなり割高になった銘柄というのは買いづらいかと思いますので、こういった別の観点の要素を加えて、買いやすい銘柄というのを抽出していきたいわけです。それではこのそれぞれ2つの要素というのがどれくらい効果が出てくるのか、過去の推移を7年間コロナの前から取ってみますと、まずエクイティスプレッドについて赤の線が A 評価の最も良い企業群、そしてグレーの線が最も悪い D 評価の企業群ですけれども、2021年のところまでは順調にエクイティスプレッドの評価が高い銘柄群が相対的に利益を上げてきたんですけれども、そこから2023年にかけては横ばいが続いてきた。そんな状況ですね。これが今足元のところ、直近の日付、横軸で年末までしか出ていませんが、グラフのデータ上はちゃんと2月末になっています。今年に入ってから再び拡大傾向を見せている A 評価の銘柄群は相対的にパフォーマンスが良く、C、D 評価の相対的に悪い銘柄群というのはパフォーマンスを下げているというのがお分かりいただけると思います。そしてもう一つですね、研究開発費や人件費に焦点を当てた銘柄構成の場合ですと、こちらも程度の差はありますが、2021年頃に大きく拡大して、23年まで横ばいで推移してきていました。ただこちらで特徴的なのは、今年に入ってから最も評価の悪い D 評価の銘柄群ですね。こちらが下がってきている。つまり、ちょうど5年前と言いますと、2019年以降の人件費や研究開発費にお金をかけてこなかった企業は株価が相対的に悪いという状況になっています。ある意味コロナの環境においてうまく乗り切れなかったような企業かもしれませんね。この2つの要素というのが非常に効果的というのがお分かりいただけるかと思います。この2つの項目どちらの方でも A 評価の銘柄群に入ってくるような約80銘柄をピックアップした上で、先ほどご覧いただいた5項目5段階評価をスクリーニングしていきますと、残る銘柄というのがこちら。20銘柄弱まで絞り込んでいますけれども、5項目の方でどのように選定したかと言いますと、先ほどのグラフでご覧いただいたように、クオリティは継続的な先行すべき指標。そしてバリューに関しては底打ちのタイミングを測るというよりは、結果的に選んだ銘柄が割安だったらいいねというスタンスなので、ここはスルー。グロースに関しても今足元でかなり強くなっている要素ですので、A もしくは B の高い評価を取っている銘柄。そしてサイズに関しては継続的に上がってきていますけれども、まだ中古型の方に恩恵が来ていない、より小さい銘柄の方が出遅れという状況なので、バリューと同様にですね、スルーはしているんですけれども、選んできた銘柄が結果的に大きくなければいいねという逆方向の見方をしています。で、最後一番右側テクニカルというのは直近の相場での過熱感ですので、過熱度合いが高い銘柄というのはあまりすぐには買いづらい。少し様子を見ながら入っていきましょうという指標です。一応こちらのリストではサイズに関して条件はつけていないんですが、見やすくするように上段と下段で
分けています。下段の方が大型株で上段の方がより小さい銘柄ですが、そのサイズで分けた状況でテクニカル一番右側ご覧いただいても、過熱感の評価が大型株の方は A と A ばかり並んでいて、オリンパスだけ C、一方で中型株とまでは言いませんが2番手に来るような銘柄たち、上段の方はテクニカルがもうこの段階の規模ですら DE、CEE と全然加熱していないというような評価になっています。ですので上段の中で条件がいいような銘柄があれば今足元だと入りやすいねという現状ですね。そうすると新入り君的には2番目のセガサミー、3番目の日本光電工業、あとは先ほど申し上げたオリンパス、そういったところがご覧の評価の注目銘柄としては見ていきたいところかなと思うんですけれども、一応今回の企画に関しては長期投資というスタンスで今足元の状況も踏まえて銘柄選別であったり項目評価ご覧いただく回ですので、それぞれ皆さんご視聴いただいている方の目的に沿った形で銘柄選択のご参考にしていただけますと幸いです。もう大きな情勢が来るまでは買えないよと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、常にですね、相場の状況、データ分析していきながら今後もご紹介していきたいと思いますので、少しでもお役に立ったと感じていただければ高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。